どうも、記者です。今回、神有月ということで、島根の神社にお邪魔してきました。神有月というのは、皆さんご存知だと思いますが、10月の下旬から11月の下旬ですね、に、出雲に全国の神様が集まってくるということになっております。なので、島根の地区以外は、神有月ではなく、神無月となっております。なんで、出雲に神様が集まるのかというのはいろんな説があるようですが、僕の中で一番すんなり腑に落ちるのは、大和朝廷、当時の大昔の政府ですよね。政府から見て出雲の位置が北西に当たると。で、そこが陽のエネルギーがすごく、陰陽の陽ですね。陽のエネルギーがすごく強いので、10月というのは極陰、陰が強い時期に当たるので、その陽のところに神様が全て集まっているはずだという考え方です。他にも3種類ぐらい考え方はあるようなのですが、僕としてはそれが一番腑に落ちるなという感じがします。菅神社、島根県のちょっと山の方にある神社なんですけども、そこの神社が最古の神社であると。一番最初に建てられた神社であるっていう神社です。ご祭神はスサノオノミコトさんと櫛灘姫さんとその息子さんだったね。で、スサノオノミコトさんと櫛灘姫さんが、八重垣神社で会って、最終的に結婚して、そこの菅神社のところまで行って、で、スサノオノミコトさんが、ここの地は清々しいと言われたので、菅神社ということになっています。で、その清々しい流れで、有名な俳句ですよね。俳句？和歌和歌ですよね。歌がありまして、それを初めて読んで、その和歌の発祥の地とも呼ばれている神社です。で、ここの神社さんですが、とにかくもうその名前の通り、本当に清々しい神社ですので、映像の方を見て楽しんでいただければなとは思います。で、神社の中にはスサノオさんもいらっしゃいますし、櫛灘姫さんもいらっしゃいますので、スサノオノミコトさんがね、ドカッと座ってるんです。そう、ドカッと座られてて、お家の中で主人となる人が家の中でドーンって座って、で、うまく家庭が回ってる状況ってすごい清々しい感じがあるじゃないですか。それ。スサノオノさん、ミコトさんがすごくもうドカーンと座ってて、その周りに、櫛灘姫さんがいらっしゃると。そう。だから平和な家庭とか幸せな家庭を築きたい方はこちらに来てもらうと良さそうな感じがすごくします。もうこんだけね、スサノオさんがドンってなってる神社はそんなにないので、良いですね、こちらの神社。すごくいい感じだと思います。では、ございます。神社ってそもそも結界を張られているので、宇宙からのエネルギーを下ろしやすくなっていて、そこにエネルギーがすごい溜まるような仕組みにはなっているんです。なんですけども、どうしても人々の念だとかお願い事だとかっていう欲の部分ですよね。その欲のエネルギーが起こってっちゃって、それがあるせいで神社の本来のエネルギーっていう風にはならない。この欲のエネルギーを全部払って、本来の神社のとしてのエネルギーにしていくと。そういうことを実はずっとやってきています。で、今回この菅神社に関してもそこの部分をしっかりやってきておりますので、皆さんにその清々しさっていうのは体感していただけるのではないかなと思います。亀山さんとすっごい光が入るの。だけいいエネルギーだったら入るよね。いいね。いいですね。引き寄せの法則って聞いたことあると思うんですけども、引き寄せっていうのは、何を引き寄せるかっていうとエネルギーを引き寄せるんですよね。で、じゃあどういうふうにやったらエネルギーが引き寄せられるのかで、一番わかりやすいのは、お風呂の中に手を突っ込みます。手突っ込んで動かさなければ波も立たないし、水もそのまんまなんですけど、手を自分の意思で動かすと、
その動かした後のところにこう水が入り込んできますよね。エネルギーっていうのは自分が動いた後に入り込んでくるものなんです。だからまず自分が行動をしないと絶対にエネルギーっていうのは入ってこないので、まず絶対に行動です。で、行動した結果、そこの神様のエネルギー、整えたエネルギーですよね。がその自分が動いた後に入り込んでくるわけです。じゃあもうシンプルに考えて、ガスのたくさん入ってるやつでこう、火をつけてボーンっていくのと、ガスのほとんど入ってないので火がついてボーンっていくのどっちが早いですかって言ったら、ガスがたくさん入ってる方が早いですよね。ということはエネルギーがたくさんあって自分が行動した方が物事っていうのは全てうまくいくようにできてるんですよね。で、それがうまくいきやすいように神社のエネルギーっていうのを整えてあります。なので心を込めて参拝していただけることで、そこのエネルギーっていうのを自分が受けることができますので、ぜひ参拝してみてください。それはその場に行かなくてもリモートでもこの動画を見て心をこうそちらの方に寄せて参拝することで同じ効果が得られるという。そうです。うん、そこの神様の方にもその話は通してあるので、エネルギーですけどね、エネルギーの方にはしっかり話は通してあるので、参拝してやってもらえばいいなと思います。もしそれでしっかりこう結果が出たならば、神社さんの方にお礼の方はしっかり送ってください。お手紙でもいいですし、現金書き留めでもいいですし、お酒でもいいの、何でもいいので、実際に神社に行ってお礼を伝えるという形でももちろん良いです。普通人間は願いが叶うと忘れてしまいますからね。そうですね。それが一番多分神様が、怒るわけじゃないけども悲しがることですかね。そうですね。悲しいのもそうですし、実際エネルギーを使うじゃないですか。願いを叶えるってことを。その使った神様のところからエネルギーをこう削るわけですよね。削るわけですよ。そうするとそこに隙間ができちゃうわけだから、そこの隙間は何かで埋めなきゃいけない。で、お礼をするわけですよね。お金にしろ、お酒にしろ、気持ちにしろ。で、それエネルギーとしてそこが埋まる。ということでまた神様のエリアっていうのは正常に保たれる。で、みんながお礼をしないでエネルギーをずっと削り続けたらどうなっちゃいますね。神様のそのいるはずのフィールドのエネルギーっていうのがどんどん落ちちゃって、やっぱ神社としてのこうエネルギーっていうのはおかしいことになってしまいますよね。で、自分の行い一つがその神社のエネルギーっていうものをしっかりこう影響しているっていうことだけは知ってもらいたいなとは思います。不老長寿のお水でございます。ちょっと超絶気持ちいいね。飲めるな。飲める。美味しい。結構、そこそこの山道をこうやって上に歩いていくところにあるんですけども、太古からの古い鳥居ですよね。木で作られたすごいシンプルな鳥居。それをくぐった瞬間やはり神域という感じはしましたね。そもそも日本人って山を神域として考えるところもあって、風水でもこう山からエネルギーがこう降りてくるっていうふうに考えるので、山っていうのはその、聖なるもの、エネルギーをたくさん抱えてるものなんですよね。なのでそれをこうしめ縄でしっかりこう閉じることで内側にこう聖なるエネルギーがある状態になっています。しめ縄ってすごいんだよって話したっけ前。しめ縄ってすごいんだよって。いや結局これでこう結界を作るじゃない、でなんでそうなってるかっていうと陰と陽の2つの縄をギュッて縛ることでその圧のエネルギーがすごくかかるんだよね。でプラスとマイナスの圧がかかるとそこの部分無理になるじゃないですか。で要はゼロ磁場を形成してるのがしめ縄の役割で、でゼロ磁場のところっていうのは電子エネルギーがすごいわーって集まってくるんで、そのエネルギーがあるところをこうカーテンのようにこうしておけば、要はそこから魔は入ってこないし、入ってきたとしてもそのエネルギーで要は浄化されちゃう。